こんにちは。今日は京都の光明院に来ました。日本庭園好きの自称庭女子の私が素人なりにここのお庭の鑑賞ポイントをお話しさせていただきます。光明院は東福寺の脇寺で、そのお庭は東福寺と同じ重森三玲のお庭です。門から玄関までのこの前庭も重森三玲作庭の雲霊庭という庭になります。このお庭は門をくぐってすぐに現れる青石を使った三尊石と敷石、礼拝石が印象的なお庭です。特に敷石は切り石を使った格の高いものと小さな青石の破片を散りばめた凝ったデザインのものが見られます。また、三尊石は亀島に乗っており、玄関前には鶴島があります。中に入った先に、重森三玲の第二の庭園があります。本庭園は、波心庭と名付けられ、東福寺のお庭と同時期に完成しました。先ほどの前庭、雲霊庭は、このお庭を作った20年後に築かれたお庭となっています。緊張感と気品を持つ東福寺の庭とは反対に、ここのお庭は、のびのびとした奔放的なお庭にしたそうです。このお庭の名前、波心庭は、前後の雲の霊場に生ずるなくれば、月の波心に映るありから付けられています。ちなみに、前庭の雲霊庭も、この前後の冒頭をとって名付けられました。この言葉の意味は、煩悩がなければ心は穏やかだという意味です。立石は3組の三尊石と、その三尊石から放射線状に放たれる光を表しています。そして、白砂は海を表し、曲線に富んだ苔山は波を表します。苔山には高低差がつけられ、また、苔と白砂の間に小さな石が散りばめられているのは波しぶきの表現です。波しぶきを日本庭園で表現したのは重森三玲が初だそうです。このお庭は全体的に躍動感あふれるものとなっています。山の斜面にあるさつきとつつじは雲を表し、その上にある茶室は月を表します。茶室は、この庭ができてから20年後に建てられたもので、もちろん重森三玲のデザインです。螺月庵と呼ばれます。実際に、茶室の中は、満月を表すように丸を多用したデザインとなっているそうです。ちなみに、丸は、禅の教えでは悟りを意味します。茶室完成の2年後、重森三玲は実際にここでお茶会をしたそうです。彼は茶道の実践者であり、研究者でもありましたから、自作の庭に茶室を建て茶会を催すことができたことは、本当に嬉しいことだったに違いありません。この茶室を月に見立てて、雲の下にいる釈迦三尊、阿弥陀三尊、薬師三尊に月の光が当たり、光明が放たれている様子が表現されています。そうです。この庭は、光明寺という寺の名前からヒントを得て作られているのです。ちなみに、この大小75個の石はお釈迦様と、その説法を聞くために集まった弟子たちの姿にも見えます。今日は、光明寺の重森三玲の2つのお庭をご紹介しました。躍動感のあるお庭の中に、禅の教えを散りばめた意匠に富んだこのお庭は、広い縁側に座って、ぼーっと眺めることをお勧めします。そうやって庭を眺めることにより、自分にできた余白が、少しの間煩悩を消し去り、穏やかな心を与えてくれます。今は
緑と白のみの景観ですが、夏は桜、秋はもみじが楽しめ、とても美しいことから、虹の苔寺とも言われるお寺です。ぜひ、癒されに来られることをお勧めします。それでは、今日もご視聴ありがとうございました。また次回。